ビビデバビデときたら、皆様ご存知、どれもこれも絵本の映画、それこそ魔法にかけられて実際に動き出したよ。モアナ風ネイルアートでいざ出航。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は再発見シンデレラとモアナと伝説の海です。100周年を記念してディズニー映画が一部の映画館でリバイバル上映。事前に私も家で見返して再発見をお話ししています。今週末はシンデレラとモアナと伝説の海。まずシンデレラ。シンデレラストーリーとの言葉もある通り、ラブストーリーの原点にして頂点。ストーリーの完成度は歴代ナンバーワンとも言われ、世界中どんな国の人も知る物語ですが、ウォルト自身アニメーションの地位を押し上げた1950年前後のディズニーアニメの中で最も好きな作品と公言しています。日本の巨匠手塚治虫も必死に学んだそう。最初に見たのは私がとても小さい頃。今でもはっきり映像が目に浮かぶシーンが3つ。1つ目はかぼちゃが素敵な馬車に変わっていくシーン。魔法使いのフェアリーゴッドマザーが歌いながら陽気に楽しく魔法をかけます。ビビデバビデときたら、皆様ご存知ブーですよね。2つ目はお母さんの形見からシンデレラのドレスを作る場面。屋根裏に一緒に住むネズミたちが大きなハサミを上手に使って布地を切ったり、2匹の小鳥はくちばしでリボンを加えドレスにふわりとかけたり、メロディーに乗せ華やかに。そして3つ目はシンデレラがネズミたちの帽子や服を手作りするところ。私は自分が大切にしているお人形に歯切れを集めては着せ替えの洋服を手縫いで作っていました。なので親近感が湧いて、どれもこれも絵本の映画、それこそ魔法にかけられて実際に動き出したよと今でも覚えています。今回見返した印象は、本来清らかでも心の強さを意外にはっきり出す女性シンデレラ。例えば召使いになったシンデレラ、朝お城の鐘で起こされて嫌味な鐘と文句を言います。白雪姫なら言わなさそう。2015年の実写版も見返すと、アニメにはない意志の強いセリフを発見。王子様との結婚も決まり、幸せの絶頂の時、いじめ抜かれた警母とのすれ違いざまに一言許します。人を許すのはとても難しいこと。それをシンデレラに言わせたディズニーは素晴らしい。ところでこのシンデレラ、最初に企画されたのはなんと今からちょうど100年前の1923年。ディズニー100フィルムフェスにふさわしい。なぜ映画公開が1950年になったかというと、戦争、第二次世界大戦の影響によるスタッフ不足が原因でした。構想には27年かかりましたが、映画が公開されると瞬く間に大ヒット。1937年の初長編白雪姫以降、ヒット作に恵まれず経営危機に陥っていたディズニースタジオを立て直す救世主になりました。今回改めて知ったのは、全編実際の俳優に演技させたフィルムを撮っていたこと。だから人間は優雅な動き、一方動物たちはアニメーションらしいコミカルな動きで、その対比も素晴らしいです。クラシックゆえシンプルで美しく情緒的。そこに流れる曲「夢はひそかに」や「ビビデバビデブー」、これが恋かしらも夢と魔法をさらに鮮やかに彩って。次にモアナと伝説の海。最近の映画で「アナ雪の次の作品」という印象でしたが、改めて見るとマウイの声優、歌舞伎役者の尾上松也さんだったんですね。お上手。この物語はポリネシアに伝わる神話が元だそう。タラおばあちゃんの背中に刻まれたエイやマウイの分身、ミニマウイなどタトゥーに心が宿っているのも面白く、モアナは自分の心の声を聞きながら前に進みます。
そして風と海を司る半信半人のマウイが踊るハカ。ラグビーワールドカップで一躍日本でも有名になりましたね。2015年世界中にブライトンの奇跡と報じられて以来、私もラグビー注目していて、今まさにフランス大会楽しんでいます。勝っても負けても相手をリスペクトする姿勢が素敵です。また再発見したのは赤ちゃんモアナの可愛らしいこと。私の子供たち、孫たちのぷにょぷにょしていた体つきやよちよち歩きを懐かしく思い出しました。冒頭のシーン、とにかく可愛い、優しいお日様の光を浴びて、海が髪を言ってくれて、美しい世界が包み込んでくれて、でも流れる音楽は An Innocent Warrior、 無垢な勇者。すごい、彼女が冒険する運命にあることがわかります。番組の途中ですが、モアナ風ネイルアートでいざ出航。人差し指に薄いベージュを、残りの指にはライトブルーを塗ります。小指に細かいブルーのラメを海のイメージに仕上げます。薬指、中指、親指は明るいブルーを重ね塗り、乾く前にビニール袋で軽く叩くと下のライトブルーが見えてきらめく波模様に。人差し指には白のマニキュア、細い筆でモアナのスカート柄を描きます。白い弧を描いて三角模様を3つ。中指にはモアナのロゴ O の渦巻き部分を爪楊枝で描きます。すべての爪にトップコートを塗って完成です。海をイメージした爽やかなデザイン。これであなたも無垢な勇者の仲間入り。最後に2023年8月8日に発生したマウイ島の火災に触れなければなりません。観光支援ウェブサイト Go ハワイによりますと、ラハイナを除くマウイ西部地域へのこれまでの旅行制限はすべて10月8日に解除されたそうです。被災された方や地域への敬意を忘れずに復興を支援したいと思いました。より良い世界を目指して心を覗けば、変化はあなたの中で始まる。付録レビュー。今日はシンデレラのシューズケース、ゼクシー2021年8月号の付録です。シンデレラといえばガラスの靴ですが、こちらは花嫁さんにもぴったりなサムシングブルーのシューズケース。水色のサテン生地に紐はベージュで光沢感あり、丈夫で大きく、ヒールの高い靴もしっかり収納。紐は長めなので持ち運びしやすく、サブバッグとして使っても優秀です。ちなみに今回の衣装はハワイ産ムーム。またしても私の母の形見で約40年前のもの。15、16年前につましくハワイで挙げた子供の結婚式に私が着用しました。その時母は亡くなっていたので、形見を着て神社に参拝すると大産になるそうなので、ウェディングにもきっと母も着ていたことでしょう。ブルーのハイビスカスって素敵でしょ。絹の布でできたレイに真珠貝のネックレスと3点セット。こんな衣装が着られるのも母が我が家のフェアリーゴッドマザーだったからかもしれません。あるいはモアナのタラおばあちゃんかしら。思いがけずウェディングを思い出すシンデレラでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。